皆さんこんにちは、漫画家の新本慎です。今回はですね、みんなで漫画やアニメっぽい目の描き方を挑戦していきたいと思います。絵が苦手な人もきっとこの動画を見れば誰でも簡単にできるような説明をしていきますので、ぜひ最後まで皆さん見てみてください。はい。では早速ね、こちらで、斉藤さんに絵の描き方をしていきたいんですけども、今回、まず斉藤さんにはね、すでに絵を描いてきてもらいました。絵見せてください。はい、こちらです。じゃじゃん。じゃじゃん。はい。女の子の絵を描いてきてねってお願いしたんですけども、はい。斉藤さんの絵はね、なんだろうね。全然このままで、こういうタッチのイラストだと思えば、もう全然ありなんだよ、本当に。でも今回は私はあくまでね、こう漫画家なので、日本の要はみんなが想像する漫画やアニメみたいな、イラストあるじゃない。そういう絵が斉藤さんにも最終的には描けるようになってもらいたいと思います。今回はですね、特にこの目。今ちょっともう斉藤さんの目はね、点だね。つぶらない。でもほら、ワンピースもさ、点。いや、違うね。ちょっと違うね。なので、まあ、その目の描き方を今から教えていきたいと思います。はい。人間の目を究極に多分デフォルメしたのがこの斉藤さんの目なんだよ。人間の目っていうのは本来どうなってるかっていうと、まあ、こういうね。まあ、わかりやすくいくとこういう目をしてるじゃない。ちょっと目はすごい大きくなっちゃったけど、こういう目をさ、人間の目ってしてるじゃない。まあ、これ一番最初に多分誰もが、初心者が描く目だと思うんだけど、まあ、これを本当に今斉藤さんみたいにデフォルメしまくると、こうだよね。もう点だよ。点になるよね。だけど、まあ、これだとちょっと漫画アニメっぽくないじゃない。目の描き方っていうのは本当に5万とあるんだけども、まあちょっと一番簡単に考え方として分かりやすいやり方を教えたいと思います。ここの上まぶたの部分あるでしょ。この上まぶたの部分を描こう。こんな感じで。下まぶたでしょ。正直これはね、好みになってくる、ここからは。がっつり描く人もいれば描かない人もいるから、まあ、がっつり描くパターンと描かないパターンを用意してみていい？はいはいはい、お願いします。本当にちょっとしかこう描かないパターン。結構がっつり描くパターン。あとさらには、まつげで覆うパターン。へー、知らない。っていうのもちょっと用意してみるね。こう目の瞳がない状態を描いてみました。で、これにこう瞳をつけてほしいの。で、それがさっき斉藤さんが言ったね、ワンピースも点じゃんっていうのはこれだよね。要はこれのことを言ってたんだよね。まあ、確かにルフィとかの目は割とこういう目だけども、これはこれだからありよ。ありだけど、まあもっと漫画っぽいっていうと、やっぱもう少し瞳はね、世の中的には大きい人が多いかな。まあ好みだから。じゃあ次は、こうちょっと中ぐらいの瞳のパターン用意しとくね。で、あとはもう一個もう本当に大きい瞳のパターンを用意しとくね。これはもう好みです、本当に。自分の絵にどうやっていくかっていう、その人の絵柄だったり、その人の好みがあるから。で、今度はこの目の中。これがやっぱすごいまた好みだけど、漫画アニメっぽくするには、ハイライトを入れてほしいんだよね。まあ流行では入れなかった時もあるし、すごく入れる時もあるしだから、まあ2パターン用意します。あんまりこう、ほんとハイライト入れないぐらいのパターン。これはちょっと下の方にだけちっちゃくハイライト入れてみました。逆にめっちゃ大きいのハイライトを入れるパターン。ハイライトっていうのはこの光のことね。先生、この光は何？これ当たってる位置によって変わるみたいな、そういうイメージなの？そう、本当はね、本来なんでハイライトが入るかっていうと、まあ、眼球っていうのは球体じゃん。こう人間の目ってこうやって横から見た時に球体になってるじゃん。光がこうやってね、当たったところ反射して、この反射光ができるんだ、ここに光がね。だからこの部分が光って見えるから、こういう風なデフォルメになるんだけど。そうか、太陽が映ってんだ。そういうこと。だけど、まあ漫画で言うとこのハイライトはもちろんそれを意識してハイライトを入れてる絵もあるけど、まあ要はそれよりもキャラクターの可愛さとか、そのキャラクターの絵のタッチとかを決める時だったりにあるよね。だから少女漫画は割と、ちょっとでも、それも最近流行があるからあれだけど、まあ、大きめのハイライトだった昔はね。あと、時代によってそのハイライトってのは本当に流行があるから、ちょっとこういろんなパターンがあるんだよね。例えば今こういう感じでちょっと入れてみたけども。かわいい。っていう、まあ、いろんな目の形がだからあります。なので、まあ、ここからは本当に斉藤さんがどういう目を描きたいかっていうね。難しい。ことになってくるけど、まずは、ちょっと忘れなしは、上まぶたを描くこと。で、下まぶたを、まあ、どんな形でもいいからちょっと描くこと。で、まあ、さらにね、ちょっと、さらにやってほしいのは、まつげを描くなら、まあ、この面につけてみようかな。まつげを描く。なくならなしでもいい。で、最近だとこういうちょっとだけ出てるまつげとかもある。こういう。ね。いろいろある。
こんな変なまつげもあるあるある。で、さらには、この二重の線を入れてあげたりする。ないキャラもいるから、それは好み。そのキャラによってね。こういういろんな描き方があります。で、この下まぶたのところも、さらにこうやっていっぱい線を描き足していく人とかもいるから。涙袋を表現してる人とかもいるけど、がっつり描いちゃうとちょっと変なんだよね。だからこううっすら描いたりとか、あとはもう単になんかやっぱその時代の流行だったり、絵のタッチだね。こういう感じとか。なんかあるある。だからもうそれはその人の好みです。で、まあさらにね、簡単にこの目をこういう風にしてったけど、まあいろんな目が世の中あって、それはもうさ、いろんなさ、作家さんがいて、でもその作家さんごとに描き方っていうのがあるから、まあ真似てもらうことが一番かなっていう。あと例えばこのハイライトの入れ方も、例えばこう、最近で言うとこのすごい流行った鬼滅の刃だと、キャラクター一人一人がもうあれ目の中身が違うんだ。まあでも一番この分かりやすい主人公の炭治郎くんは、こう真ん中がこう白く抜けてたりとかね。キャラクターによってこう目の中身を変えるっていうのももちろんあり、すごい眼光がほら鋭いさ、キャラとかだったら、もうこういうなんか魔王みたいなキャラとかだとこういう眼光だったりとかね。いるね。これはもうだから好みなんだよね。本当に描く人の。で、全部を統一しなきゃいけないってわけでもない。こう、自分の作品でこのキャラはこの目、このキャラはこの目みたいなのでももちろん大丈夫。私がいつもじゃあ描く目をここに描くね。まず私が目を描くときってこれをさらに私の中で五角形にね、するの。こういうイメージでいつも目って私描いてるのね。私が描くときっていうのは、まずね、五角形のイメージで上まぶたをまず取るの。こういう形で上まぶた取るの。で、私は目尻にちょっとまつげをつけたいから、こう、跳ね上がりみたいのをつけたいから、割と男女でも両方ともこういう上まぶたを描く。で、下まぶたはこの下の線だけを気持ち描くか、ちょっとここカクって入れるぐらい。こんな感じのまず目の輪郭っていうか形をね、取ってます。で、瞳は私は割とこう、上まぶたまでつくぐらい取る。割と大きいかな。この中の瞳のサイズは。こんな感じで撮ってる。最近はなんかね、流行が見てると、瞳の輪郭をはっきり撮らない絵が流行ってるかなっていう。特にカラーのイラストとかになった時は、なんかここの線をはっきりこう撮るんじゃなくて、こう、あえて入れないみたいなのが流行ってるから、まあ、ちょっとそういう意味だと私も最近は割とこの縁はこう、ぼかす感じで入れてる。かっつり線引かないで。で、ハイライトは小さめの方がちょっと最近はいいかなって思うから、これぐらいちっちゃいハイライトを最近は入れて、ここに瞳を描いて、で、私は下反射光のハイライトをいつも入れるから、まあ、こんな感じで、で、最後にこうペンのタッチでこの辺にこう、タッチを入れていく感じかな。うまいな。で、二重の線を描いて、で、ちょっと下まつげをこう描き足して、ちょっと一本ぐらい線をここ入れて終わりかな。うまいな。これが私がいつもよく描く絵。で、さらに私は白黒だったりカラーでもここに色を入れちゃうから、いつも。ここのハイライト以外のところ、目のここの部分には、こういう風に色を入れてる。はあ、なるほどね。これがまあ私がよく描く絵かな。まあすごいいっぱいあるから目の形って、もうこれが正しいっていうのはないんだけども、今ちょっと斉藤さんのこの絵は点だから。まあ、まずは上まぶたと下まぶたをつけて、まあなんだったらちょっと瞳を大きくしてみる。ってことも踏まえてもう一回描いてみよう。はい。はい。では、今からここに、こっちは私もちょっとせっかくなので一緒に描くので、こっち斉藤さんにもう一回女の子のイラストを描いてもらいます。で、さっきは全身描いてくれたけど、今回はあくまで目だから、顔をアップで描いてもらえる。だから、まあ、首ぐらいまであればいいよ。オッケーオッケー。で、私もさっき斉藤さんが描いたやつ、まあ、もし私がこの女の子を私の絵で描いたらっていうので描いてみたいと思います。では、早速やって今日。はい。では、イラストを描けました体描かなくていいって言ったけど。ちょっと自然と手が動いちゃって、気づいたら体ができてた。なるほど。今回はこの体の部分は、なかったことにしてもらって、こういう感じで見たらね、どう？最初の時よりもさ、だいぶ漫画っぽくなったんじゃない？目だけで変わるね。整形したよね、この子、明らかに。でも眉毛も描き忘れちゃった。まあでも、ほんとだいぶ良くなったと思います。まあちなみに私が描くとこんな感じです。まあぜひこういう感じを最終的には。最終的にはね、目指してほしいなと思います。
はい、ということで今回はですね、漫画アニメっぽい目の描き方でしたまあ、まだね、斉藤さん始めたばっかなので、これからだと思いますけども、よかったら皆さんも今回の動画を参考に、いつもちょっと点々みたいな目を描いちゃう人とかね、マスコットみたいな絵描けるんだけどって人は、今回の動画を参考に漫画っぽいイラストの目描いてみてください。みんなで描こう。ということで、斉藤さんには今後もうちょっと、より輪郭やちょっと体とかを勉強して、漫画っぽい絵をしてってもらいたいなと。もうすごい漫画家デビューできちゃうから。あ、そうね。ゆくゆくは漫画家デビューしてもらおうと思ってますので、みんな応援してください。よかったらコメント欄でも、みんなこういうことが知りたいとかいうのがありましたら、お気軽に教えてください。はい、ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と、アシスタントの斉藤でした。バイバーイ。バイバーイ。